こんにちは。今回は三角ショールの編み方を紹介します。この模様は以前に紹介しました平編みの模様と同じ編み方ですが、今回はここから編み始めて三角のショールの形に編み進めます。前回はこちらの平編みで編み方を紹介しました。模様の編み方は同じですが、三角形に編んでいきます。編み方を編み図で説明します。これが今回の編み図です。最初は輪の作り目から編み始めます。1段目の最初は鎖編み5目の輪の作り目からです。輪を作ってそこから鎖編み3目を編み、次に長編みを編みます。これで長編み2目の玉編みとします。鎖編み2目を編んで輪の中に長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで輪の中に長編み2目の玉編みを編みます。これが1段目です。次の段は鎖編みと長編み、細編みを編みます。最初は1段目のこの部分を編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みをここから5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。糸を引いて少し小さめな輪にしてください。この輪の中に編んでいきます。鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを1目編みます。鎖編み2目を編んで、輪の中に未完成な長編みを2回編みます。未完成な長編みを2回編んで、これを一度に引き抜いて長編み2目の玉編みにします。鎖編み2目を編んで、もう1回輪の中に長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを2目編みます。未完成な長編み2目を編み、これを一度に引き抜いて長編み2目の玉編みにします。これで1段目が終わります。次の2段目を編み図で説明します。1段目が終わったところで2段目は鎖編みを編みます。鎖編み4目を編んで編み地を裏返し、次は長編みです。この長編みは1段目の玉編みの頭に長編みを編み、鎖編み2目を編んだら次は細編みです。細編みは1段目の模様の中心の玉編みの頭に細編みを編み、鎖編み2目を編んで、最初に編んだ玉編みのところに長編み1目、鎖編み1目、同じところに長編み1目を編んで、2段目が編み終わります。次は2段目です。2段目は鎖編みを4目編んで、編み地を裏返します。次は長編みを編みます。鎖編みを編んだ同じところに長編みを1目編みます。鎖編み2目を編んで、次の玉編みの頭に細編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次の玉編みの頭に長編みを編みます。玉編みの頭はここです。この頭の2本を拾って、ここに長編みを編み、間に鎖編み1目を入れて、同じところにもう1回長編みを編みます。これが2段目の編み方です。3段目はまた玉編みのシェル編みを編みますので、編み図で説明します。2段目が編み終えて、長編み、鎖編み、長編みを編んだところで2段目が終わっています。
次の3段目は同じ模様を編みます。鎖編み3目を編んで、長編みを鎖編みを編んだ長編みの頭に編みます。鎖編み2目を間に入れて、次の玉編みは鎖編み1目のところに長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を間に入れて、同じ鎖編み1目のところに長編み2目の玉編みを編みます。次は細編みです。前段の細編みのところに細編みを編み、次の鎖編み1目のところに玉編み、鎖編み2目、玉編み、鎖編み2目、玉編みの玉編み3個を鎖編み1目のところに編み入れます。次の3段目は鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。鎖編み3目を編んだ同じ長編みの頭に長編みを1目編みます。鎖編み2目を入れて、次の鎖編み1目のところに長編み2目の玉編みを編みます。鎖編み2目を入れて、同じところにもう1回玉編みを編みます。次は細編みです。2段目の細編みのところに細編みを編んで、これが3段目の模様です。この模様をもう1回編みます。次に編むのは鎖編み2目の、その次に長編みがあります。そして最初に鎖編み4目を編んだ。この鎖編み4目のところに編みます。鎖編み4目のスペースに長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目の玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、もう一回同じところに長編み2目の玉編みを編みます。これが3段目の模様です。次の4段目を編み図で説明します。3段目でシェル編みの模様を2個編みました。次の4段目は2段目と同じように鎖編み4目を編んで、玉編みの頭に長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、模様の中心の玉編みに細編みです。これはここと同じ編み方です。次からが違います。鎖編み2目を編んで、次は前段の細編みに長編み1目、鎖編み1目、長編み1目を編みます。鎖編み2目を編んで、次の細編みはシェル編み模様の中心の玉編みの頭に細編みを編み、鎖編み2目を編んで、長編みを最初の玉編みを編んだ鎖編み3目と長編みを編んだ頭のところに長編み1目、鎖編み1目、長編み1目を編みます。次は4段目です。4段目も編み方は2段目の最初と同じように鎖編み4目を編んで編み地を裏返します。鎖編みを編んだ根元の長編みの頭に長編みを1目編んで、次は鎖編み2目を編み、シェル編みの玉編み3目の中心の玉編みのところに細編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は長編みを編みます。シェル編みの模様とこちらのシェル編みの模様に編んだ細編みのところです。この細編みのところに長編み1目、鎖編み1目、長編み1目を編みます。次は鎖編み2目を編んで、次は
シェル編みの玉編み3目を編んだ中心の玉編みの頭に細編みを編みます。次は鎖編み2目を編んで、前段の最初に鎖編み3目と長編みを編んだ長編みの頭に長編みを1目編み、鎖編み1目を入れて、同じところに長編みをもう1回編みます。これが4段目の模様です。次の5段目を編み図で説明します。1段目、2段目、3段目、4段目までできました。次は5段目です。5段目は4段目で最後に長編みを編んだところから同じように鎖編み3目、長編み1目から始まるシェル編み模様を編みます。これは3段目と同じ編み方です。細編みのところに細編みを編み、次は長編みと鎖編み、長編みを編んだ。この鎖編み1目のところにシェル編みの模様を編みます。細編みのところに細編みを編んで、最後の長編みと鎖編み4目のところにシェル編みの模様を編んで、3個の模様を編みます。次はシェル編みの模様を編みます。ここから鎖編み3目を編んで、編み地を裏返し、鎖編みを編んだ同じ長編みの頭に長編みを編みます。鎖編み2目を入れて、次の鎖編み1目のところに玉編みを編みます。長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を入れて同じところに玉編みを編みます。これでシェル編みの模様ができました。次は前段の細編みのところに細編みを編みます。同じシェル編みを次の鎖編み1目のところに編みます。玉編みを編み、鎖編み2目を入れて同じところに玉編みを編みます。鎖編み2目を入れてもう一回同じところに玉編みを編みます。次は細編みです。前段の細編みのところに細編みを編んで、シェル編み模様が2個できました。もう一回編みます。次の長編みと鎖編み4目のところにシェル編みを編みます。長編み2目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで同じところに玉編みを編みます。鎖編み2目を編んでもう一回同じところに玉編みを編みます。これでシェル編みの模様が3個できました。次からの編み方を説明します。今はここから1、2、3、4、5段目まで編みました。5段目でシェル編みの模様を3個編みました。次の6段目は最初の編み始めは前段と同じです。そして同じように細編みのところに長編み、鎖編み、長編みを編みます。段が増えるごとにシェル編みの模様が増えていきますので、この V のような長編みと鎖編みを編んだ模様も一つ増えます。そして最後はいつも同じ編み方です。次の段でシェル編みの模様を4個に増やします。この編み方を続けてお好きな大きさの形まで編んでください。両端の編み方は同じで、間の模様が一つずつ増えていくシェル編みの三角ショールの編み方を紹介しました。今回は5段目までの編み方を紹介しましたが、
間にシェル編みの模様が増えますが、両端の編み方は同じ編み方です。お好きな大きさまで編み進めてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。